スーパーでブルゴギタレ売ってますけど最近それもいらないですもん、これさえあれば。皆さんこんにちは。今日はブルゴギを作ります。今日のブルゴギは10分で作れるブルゴギを紹介しますね。皆さんはブルゴギをいつ食べるかご存知ですか？家庭でよくお湯割りする時お母さんが作ってくれた記憶があるんですよね。あとはブルゴギ専門店行ってそこで食べるんですけど、そこの味と今日の作る味はもう全然違うんですよ。そこの味は梨を玉ねぎをリンゴとかを混ぜてちょっと寝かして入れたりとかするんですけど、今日は簡単に作るもんだからそれを全部なくしてもう簡単にブルゴギ料理を作っていきます。まず野菜、僕は今日3つの野菜、もしもっと野菜たくさん入れたい方はしめじとかえのきのきのことか入れてもいいと思います。あとキャベツも入れてもいいと思いますけど、僕は今日3つだけ入れます。野菜、まず人参、僕はこのぐらいでカットしたんですけど、これを普通にスライスで、ネギも普通にスライスで、あとは玉ねぎですね、タレですね、ブルゴギタレを作るんですけど、今日は超簡単に作っていきますね。醤油 60cc、 砂糖 50g、 おろしにんにく、これは梨のジュースなんですけど、もし家に梨ジュースない方はリンゴジュースでも大丈夫です。リンゴジュース入れる時は砂糖の量を少し減らしてもらえば大丈夫ですね。これ梨ジュース 180cc で、ここで絶対入れてほしいものは胡椒20回ぐらい、味の素は少々、入れなくても関係ないですけど少し入れた方がやっぱり美味しいですね。あとだしだ、本当に少し、これをよく混ぜてください。よく砂糖がよく溶けるように、ちょっと味に美味しい。これやっぱりブルゴギって醤油と砂糖の味なんで、韓国語でタンチャンって言いますけど、タンチャンって何ですか？달다가甘い、짜다가しょっぱい、甘じょっぱいっていう意味ですね。ごま油 10g ぐらい、もうこれ入るだけで味全然変わってくるんで、ブルゴギのタレは OK です。あとこれは牛肉、ブルゴギ牛肉ですね。これは 3mm のスライスぐらい。牛肉薄くスライスされてる肉だったら何でも大丈夫です。牛肉 500g 用意しました。これをカットしますね。一口ぐらいの大きさでスライスすればいいです。じゃあこれでブルゴギの用意はできたんですよ。この肉をタレに入れる時はなるべく1枚ずつバラバラしながら入れた方がやっぱり味が染み込みやすいんで、ここにさっき切った野菜を入れる。もみもみする。よく全体的にタレがつくように。少し時間を置いてつけた方がいいとかありますか？1日寝かしてもいい。寝かしてもやっぱりタレが肉に染み込むからそれでもいいんだけど、今日は10分で作れるもんだからそのままやっちゃいますね。火をつける。あと火を通せばこれで OK。 今日のポイントはフライパンに火を入れるんですよ。違う、フライパンに火を入れてなくて、ブルゴギを肉に火を通すっていう感じで、油引かなくていいですよ。今日は炒める料理じゃないから。じゃあこれから入れちゃいますね、フライパンに。すっごい美味しい匂いがしてきましたよね。これは誰でも好きだなっていう。これすっごい簡単だから、今日の夕食はどうですか？これでもう火がほぼ入ってきてるから、もうちょっとで出来上がりです。美味しい。もう野菜と肉に火が全部通ってきたら OK。 もうこれで出来上がりです。これから盛り付け、今日2つの盛り付けをしますけど、1つ目はブルゴギだけ盛る。この皿に肉を盛ります。少しスープも入れちゃう。もう一つはご飯と一緒に食べるとき、丼ですね。丼、韓国式のブルゴギ丼で、ここに真ん中に目玉焼きをのせるから、目玉焼き焼くときは少し塩、ここの上にごまですね。ごま、これでブルゴギ丼完成しました。本当に簡単ですよね。じゃあ食べます。ブルゴギを完成しましたね。超簡単ブルゴギ。皆さんこれ今週しますよ。家でどうですか？ブルゴギ。これはスタッフのために届きます。
ただこういうのもできますよってことで見せてるだけなんで、作るのも大事ですけど、やっぱり食べるものも大事ですよ、すごく。そういうことで今日どうやって食べた方が美味しいのかっていうと、そのまま食べる。まずはそのまま。美味しい。今日のブルゴギはじっくり醤油の味がかかってくる。それがポイント。もう一つはやっぱり野菜ですね。この前作ったサムジャンですね。野菜に巻いて、いいですね、これやっぱり野菜とご飯とすごい合うんで、なんちゃんなんちゃんだから子供たちも大好きな味なんですよ。辛いのが苦手な方でもこれを肉をちょっと多めに入れて野菜に巻いて、美味しい。これを見ればすぐ誰でも作れるんで、これからブルゴギって難しく考えないですぐアレンジしてみてほしいです。もうスーパーでブルゴギタレ売ってますけど最近それもいらないです。もうこれさえあれば。しかもこっちの方が美味しい。おすすめします。僕が紹介した韓国料理を作った方はコメント書いてほしいですよ。どんな味だったのか僕も知りたい。書いてもらえばそれを参考してもっともっと美味しいものを作れるように研究しますんでお願いします。